こんにちは。第2回ですね。最初に使うキャラは、ビート、ジェットセットラジオというシリーズのキャラですが、今回のデザインは2作目からの参戦ですね。ステータスは、今回も結構バランス寄りですね。ですが、隠しステータスの重量が少し重めなので、挙動は違います。コースは、渋谷ダウンタウン、架空都市東京を舞台に走るコースです。若干は、仕掛けや分岐もあるものの、基本緩やかなカーブとストレートが続くシンプル寄りのコースです。楽曲は2作目ジェットセットラジオフューチャーにてタイトル画面で書かれたコンセプトオブラブにします。アクセルの数値は普通なのでロケットスタートのタイミングは2から押し続けます。シンプルなコースですので序盤からですが、原作の話でもジェットセットラジオはドリームキャストで初登場した作品で、箱庭型のマップ内にグラフィティといってスプレーの落書きをしていくゲームです。ローラースケートの癖のある移動ですが、その分走るだけの楽しさもあり、さらにはアドリブでトリックを入れたり壁走り、ブラインドといったスタイリッシュでスピーディーなアクションが楽しめます。1作目が現在 PS3、PS ビータの2カ所でのみダウンロード販売されてます。同時期に発売した Xbox や海外限定の PC もあったのですが、去年に権利関係か何かなのか終了してしまいました。2作目は初代 Xbox 専用ソフトですが、360の互換機能に対応しています。ただし一部エリアで常に処理落ちが起こるため、残念ながら快適さは保証されていません。とはいえ名作なのに間違いないので遊んでみる価値はあると思いますよ。もう少しお話ししたいんですが、コース解説もあるので一旦この辺で締めます。この作品からのコースはまだ数回残っているので、続きはその時にでも。この先のカーブ後ですが、1周目では道路をそのまま進みました。左右に上がる道があるので今度はそっちに行ってみます。ちなみにこっちの方が近道になります。下と違って狭い場所にも行かなくて済むので攻撃を受けるリスクも減りますね。空中でトリックできますが3回が限度です。遅かったり欲張ると失敗になり着地後減速するので注意。まあここはダッシュパネルがすぐ近くにあるのでリカバリーは容易ですが、最後の下り坂ですが右側には旗が並んでおり、これに触れるとダメージです。ただしドリフトのダッシュ中はなぎ倒せるのでインに向かってダッシュすれば問題ありません。ドリフトダッシュなら障害物は怖くないと思いきや、そこらを走っている車に対しては通用しないので注意です。ソニックとの関係性ですが、正直言うとこの作品はないですね。作中ちょっとでも出てくることはありません。でも何か曲の雰囲気に覚えがありませんか？実は作曲家につながりがあります。長沼秀樹さんという方が作っており、長沼さんはソニックだとソニックラッシュにて作曲を担当しています。ソニックの方はサントラが再生産され使うのが困難ですが、ジェットセットラジオは2作ともサントラが再販されているのか今でも容易に入手可能なので、長沼さんの曲が好きな人はぜひサントラに手を出してみてはどうでしょうか。これでゴールですね。いつもの通り勝利演出と必殺技を見たら次に行きましょう。必殺技はタグチャミング。ボタンを押している間スプレーを噴射しますが、その際にスティックで動かした位置に対してスプレーを向けます。この手の技では珍しく操作が一手間あって、それをしないと攻撃が当たらないので注意。次使うキャラはゾビオ&ゾビコ。ザ・ハウス・オブ・ゾデッドというゾンビを撃つシリーズがあるのですが、それの外伝作品 EX での主人公とヒロインですね。わがままなゾビコとそれに振り回されるゾビオのコンビです。この作品は普通にホラー系ではあるのですが、 EX に関しては面白いコンビによるギャグ寄りのお話です。原作は未プレイですが派生作品が多いことに関しては知っていました。タイピング用のタイピングオブゾデッド、フリック入力練習用のフリックオブゾデッド、英語の翻訳をするイングリッシュオブゾデッドなど実用系ソフトがたくさんあり、
むしろそっちの方がメインかと思っていました。調べてみたら本編もたくさん続いてましたが、移植に関しては PS3 や Wii に偏っていますね。まあシューティングといえばコントローラーの相性がいいので納得です。ちなみに EX は移植なしです。面白そうなのに。今回は珍しくアクセル低め、スピード高めなのでロケットスタートしたいですね。タイミングは3と読み上げてる途中ぐらいから。いや失敗してるし、まあドリフト貯めておきましょう。後のパワータイプと同じような性質でブーストが乗ると本当に長いので、こういったキャラの時は常にブーストからブーストにつなげたいですね。コースはアウターフォレスト、境界を抜けて周りの森を走るコースですね。本シリーズは生物実験が行われている洋館が主な舞台となっているそうです。全体的にまっすぐ走れる場所が多く、カーブは緩やかなのでちょうどゾビオ&ゾビコには相性がいいコースです。先ほどハウス・オブ・ザ・デッドは PS3 や Wii でたくさん作品が出たと話しましたが、リメイクシリーズも始まっています。2022年から展開されており、その時は初代が、今年はにも発売される予定となっています。ただしこのリメイクは許可を得た別の会社が作ったものであり、 BGM が変わっていたり一部内容が変更されたことで、そのあたりが原作よりも評価を落としてしまったようです。原作リメイクともに未プレイですが、悪い点は変更点に関する話が多く、ゲーム自体の出来を悪く言うのはそんなに見られませんので、遊ぶ上では問題ないようです。今後の展開はしっかり意見を受けて改善してくれるかにかかっていますね。それかセガがもう一度作るべきか。3周目は普通に走り方の解説します。コースのあちこちにゾンビがいますが、こいつらはブースト中は弾き飛ばせるため、ドリフトを解放した時は当たっても大丈夫です。またこのコースはダートゾーンみたいな場所もないので、カーブは基本インコースを走れば大丈夫です。境界の出口は大ジャンプするのでトリックレベルを上げるチャンスです。その先ゴール前は森の中の隠し通路と外側のカーブがありますが、実は外側の方が早い上にアイテムももらえます。乱戦を避ける場合とかを除くと森に行く必要はないでしょう。以上コース解説でした。勝利演出と必殺技を見て次に行きましょう。Show of speed and skill. Can't wait to do it all again. Until then, take care. This is terrible. 必殺技はランナウェイラブ。ゾビオが巨大化し、ゾビコが指示しながら進みます。この作品のテーマはゾンビ2人の愛の逃避行ですので、うまく技名に組み込まれました。攻撃は手動なためボタンを押すタイミングに注意。衝撃波は多少広がりますが、近づいてから押しましょう。次使うキャラはドクターエッグマン。今回はバランス寄りの前作と違い速度が高いキャラです。ただし出だしが遅いのと重量があるので、どのように速度をつけるかが問題になりやすいです。マシンのデザインはいつものエッグモービルにタイヤがついてます。本編でもレース作品でも結構豪快なマシンを作ることがあるエッグマンですが、こんなに大きなタイヤがついたのはこの作品だけですね。コースはダービンループ。少しカーブがあるものの基本的にストレートが多く走りやすいです。分岐もないシンプルなコースとなります。エッグマンは先ほどに続きロケットスタートのタイミングが3の時です。今度はミスをしないように早めに押します。I am Dr. Eggman. 3, 2, 1, go! 無事成功ですね。ただアクセルやブーストが低めなため、ほんの一瞬で加速が切れてしまいますね。コース上にはエッグボーンがいますが、ゾンビと同じでブースト中は吹き飛ばせます。コース内側の黒い部分にダート扱いなので入らないようにしましょう。波打つ道ですが浮いている間にトリックできます。ただエッグマンの場合は重量がありすぎてすぐに落ちるので無理でしたね。テイルスのような軽いキャラだとやりやすいのですが、この先はエッグハンマーの清掃ラインです。ロボが流れてきますが、
ブースト中はぶつかっても大丈夫です。これで1周ですね。残りは解説することがないため、第1回の頃から話したかったこのゲームのバランスとかについて話したいと思います。正直言うとこのゲームとてもバランスが悪いです。真っ先に思う理由を挙げると、キャラ性能が極端、同キャラ耐性とかアイテムが弱いというのであります。性能が極端はソニックなんかを見ると分かるように強いキャラはとことん強いですが、ビリーから続いたように大半は無個性レベルにされているのもあります。またソニックと似た性能のキャラがいないというのもそのバランスの悪さが現れてますね。これが同キャラ負荷と合わせて先に強いキャラを抑えるゲームとなってしまいます。アイテムに関してですが、ここまで見ても分かるように必殺技だけでも結構使いにくい性能のものもあれば無条件で強いものもあって、それだけでも悪いのが分かりますね。さらに通常アイテムの攻撃性能が基本的に低く、ぶつかってもブーストのチャージが中断されて若干減速するだけで済みます。もっと言うとレースゲームではありがちな1位を狙い撃ちするアイテムとかも存在しないため、1位が独走するとほぼ逆転不可能というのもあって、プレイヤーの腕にかかわらず一方的な試合が成立しやすいバランスとなっています。そんなわけでソニック R に続きまともな対戦ツールというよりかは好きなキャラで楽しく遊ぶゲームとして見る方がいいでしょう。その点クロスワールドは2位まで攻撃するアイテムがあったりと、そのアイテムレースゲームでありがちな戦法に対する対策があって結構バランスよく感じますね。そんなわけで出だしは遅くても速度が乗ればこっちのもの圧勝できましたね。勝利演出と必殺技を見て次に行きましょう。必殺技はミサイルマットです。ボタンを押すと前方にミサイル攻撃です。誘導効果あり普通に強くて頼もしいですが、演出も凝っており爆風がエッグマンマークになっています。今回最後のキャラはアイアイです。モンキーボールシリーズの主人公ですね。結構長い間展開されてるシリーズで知っている人も多いのではないでしょうか。ちなみに当チャンネルにモンキーボールシリーズの DS 以外は全ステージ遊んだ動画があります。性能はソニックには一歩届かずですが、ブーストとアクセルが高めでスピード自体もそこそこあり、どんなコースでも結構速く走れます。人気シリーズの主人公補正か。ステージはツリートップス。地図上では円形の場所がいっぱい見えましたが、実際は広場を通って曲がるだけなので結構普通なコースです。ただ原作ゲームに合わせたのか坂道も多く曲がる箇所も多いので結構操作が忙しいです。ロケットスタートは2と同時ぐらいですね。しっかり決めましょう。カーブが多いのでドリフトは常にかけておきたいですね。またコース上にバナナの皮が落ちていることがありますが、ブースト中は吹き飛ばせるのでぶつかりそうな時はブーストしましょう。地図は表示されませんが広い場所でも曲がる方向には矢印があるので迷わないはず。コース終盤は左右分岐と中央があり、中央は飛んで反対側に行きます。左右は少し遠回りの代わりにアイテムが置いてあります。見ての通り進んだ先にアイテムがあるので寄り道する必要はないと思います。あとカプセルがいましたが、これのブースト中はぶつかっても大丈夫です。原作について解説ですが、モンキーボールはアーケード原作のゲームスティック1本といったシンプルな操作で様々なステージを駆け抜けるのですが、作品によってはジャンプやその場でダッシュ等が別のボタンに割り当てられていることもあります。スティック以外にもゲーム機やコントローラーのジャイロセンサーを使って操作のタイトルもあったりします。どの道どのようにボールを転がしてゴールさせるかというアクション半分パズル半分のようなゲーム性となっており、とても人気のある作品ですね。そのシンプルかつ奥が深い出来からスコアアタックやタイムアタックはかなり人気です。今から遊びたい場合リメイクでいいならスイッチが最新作まで対応しており遊びやすいのでおすすめです。リメイク版は
救済措置もあって、一部コースはどうしても苦手、答えがわからない人も答えを見たりスキップできたりします。ちなみにソニックもゲスト参戦してるので、ソニック好きの方もぜひ。今回の動画は調理演出と必殺技を見て終わりです。ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録、高評価もよろしくお願いします。 Hungry for more electrifying race action? Of course you are. Then don't touch that dial. This just isn't my day. 必殺技はスーパーモンキーロール。仲間のミニオン、ベイビー、ボーヤーとともにカプセルで突進します。ボタンを押すと加速します。仲間は少し後ろを走るので、アイアイがぶつからない場合でも仲間が攻撃してくれる可能性があります。